皆さんこんにちは。今日はよっぷの大豚塩焼き節風スペシャル第3弾ですね。このカニを使ってカンジャンゲジャンを作ります。大ナスでカンジャンセウまで今日一緒に作りますので、最後までご視聴お願いします。今日作ってくれる方、カニマスターキムを紹介します。どうぞお願いします。こんにちは。よっぽの大豚塩焼き島支店のシェフキムと申します。どうぞよろしくお願いします。お願いします。カニマスターですよ。彼はカニマスター。なんでカニマスターですか？そうですね、日本に留学してから調理学校卒業した後にすごく自分カニが好きなんですけど、これカニの専門店で働きたいって言ってカニ専門の店に働きました。そこでカニの醤油漬けを専門として仕事したので、今回お家でも簡単に作れるカンジャンゲジャンを作って、さらにカンジャンセウまで作ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日皆さんのために生きたカニとエビを用意してるんですけど、昨日仕入れたカニが少し元気がなくなっております。今日エビはとても新鮮でおります。こんにちは。ちょっと追加で説明すると、これがベストなんです。サイズカンジャンゲジャンって 200g サイズ。カンジャンゲジャン作る材料を紹介します。まず大事なカニ、さらに作るエビ、サイダー、焼酎ですけど20度以下の焼酎をお願いします。今日は金庫マン醤油を使いますけど、韓国のチンガンジャンでも問題ありません。干し椎茸と干しナツメ、粒胡椒とカエンペッパーと唐辛子の種、こちら昆布と煮干しとニンニク、生姜、リンゴ、玉ねぎ、ネギ。これ詳しい材料は概要欄に書いてあるから、それを参考お願いします。ここで絶対あった方がいい、もうこれは抜けてもいい材料ってあります？まず匂いを消すために必要なのはニンニク、生姜、唐辛子の種が一番必要です。とカニのうまさを出すために昆布、煮干し必ず必要です。カエンペッパー、胡椒、椎茸とナツメは家庭になかった場合は使用しなくても大丈夫です。今回生のカニとエビを準備しました。でも普通カンジャンゲジャンとかを醤油漬けにするときは冷凍の方がいいです。なぜならカニとエビは死んだ時点で体の中身が溶け始めて全部醤油の中に逃げ始めます。そのために冷凍してゆっくり醤油つけながら身はそのまま逃げないようにするのがベストなんです。だから皆さんは家庭で急速冷凍のエビ、カニを購入して使ってください。カニとエビは急冷凍かけていきます。じゃあバイバイ。カンジャンゲジャンの醤油を作りたいと思います。だいたい6リットル以上出るんで、6リットル以上入る鍋を準備します。醤油 1.5 リットル入れようと思います。はい、1リットルです。サイダー使用していますけど、これでも構いません。昆布、汚れがあるものは乾いた布で拭いてください。で表面に白いものがついてると言って水に流しちゃダメです。もちろん栄養素についてるいいものなんで、そのまま使用してください。見ました。細かいですね。厳しいですナツメ5粒と酒3個よりちょっと多めに準備しました。とカエンパパ7粒かな。ニンニクは潰さなくても大丈夫ですか？火通ったら砕けちゃうんでカットしなくても大丈夫です。でこれはだいたい半分ぐらいカットして、ちょっと大きめでも大丈夫なんでそのまま入れます。ラメ1個を切ります。このまま入れますね。リンゴも4等分してください。お焼酎5個で、ネギは5センチ間隔で切ってください。で青いところも入れて構いませんで全部入れてください。これから火をかけます。沸騰するまでは強火でやります。で最初に火をかけた時は沸騰するまでは蓋をした方がいいんで、これで蓋をしてます。期間は何分ぐらい火をつけますか？そうですね、沸騰してから30分をかけてやります。あれなんか入れてないものがあると思いますけど、煮干しと唐辛子の種を入れてないです。今から入れると煮干しの中に雷状が入っていますんで、これが結構煮ると苦くなるんですよ。でこちら唐辛子種は結構辛いです。これを最初から入れてしまうと結構辛くなってしまうので、半分以上経ってから最後に仕上げる時入れます。で大体20分ぐらい経った時煮干しと唐辛子種を入れようと思います。ちょっと太しそうなんで確認します。はい、こうやって見ると少しプクプク始めますよね。こういう時はもう昆布を外します。昆布はまずうまみを出すために入れたんですけど、だいたい60度から80度間にうまみを出すんです。でこれ以上やると粘りが出てきて、カニをつけるにあたって早く悪くなっちゃうんですよ。だからこれは早めに取った方がいいんですね。ここで第一ポイントは昆布を
沸騰し始めたら出す。それが第1のポイント。あと第10ポイントまであるから、もう最後まで見てくださいね、これですね。はい、そうですね。じゃあ確認してみます。で、これそろそろ沸騰し始めてるので、この時点でもう時間をかけます。ここで第2ポイントは、強火にかけているのを沸騰したら中火に変えます。こちらの素材せっかく入れたんですけど、これを強火にすると醤油もしょっぱくなるし、素材の味も引っ張れないんで、こう中火でゆっくり出して味を出すようにします。でこの味が最後の蚊につけた後まで伝われてくるから、ここはちゃんと守ってほしいです。醤油が沸いてる間にカニとエビの処理をしようと思います。カニは1回だけ洗っても十分なんで、こちらカニを流し水で洗います。まず重要なポイントがこちらお腹にこうきれいに洗います。お腹のこの下ところ、こっちを押すともしうんちが入ってたらそっちは便が出ますんで、こちらはきれいなんですよ。こちらはたわしの裏ところでこすときれいに取れます。で反対側もこれ取りますんで、そこでついでにお口、こう足の間もきれいに取ってください。これで一つ終わりです。ここ見るとこれが洗ってるカニ、これは洗ってないカニで、この部分が一番脇臭いんでしっかり洗ってくださいね。なんかもっと丁寧に洗った方がいいかなっていうお客様もいるけど、あんまり洗ってしまうと中の身がなくなっちゃいます。カンジャンセウのつけるエビはこうやって掴んで、まずヒゲがありますと結構生臭い匂いがしますんでヒゲ切ります。こっちは角があるんですけど、こういうの取ってください。とお口も軽く取ってください。こちら頭と体に隙間があります。ここにハサミを入れて始めます。空洞があるんで綺麗に入ります。で一番最後の1個だけ残します。で最後に水袋を刺されていったいんで、こっちも切ります。一応切らなくてもいいですけど、もし天ぷらとかで使う場合は必ず切ってください。中に水が入ってますんで、こんな感じです。で中見ると内臓が見えますですね。これエビ、あと10分ぐらい残ってると思います。煮干しと唐辛子の種を入れます。火は中火で結構なんで、そのまま煮込んでください。30分になりましたんで火を止めます。火を止めたらこちら網でこして醤油だけボウルに置いて冷まします。これにやるとき飛ぶから気をつけてくださいね、足の場。じゃあ最後の最後までうまみを出しましょう。ここで美味しいカンジャンゲジャンの醤油完成しました。一応これ冷まします。じゃあエビがやっと終わりました。じゃあエビを1回洗うんですけど、エビって寄生虫とかばい菌とかがあると思いますんで、1回水と酒を利用して消毒します。全部入れないんで軽く回してください。水をかけて刺されるんで軽くこう手入れずに混ぜます。軽く混ぜて網でこします。こしたら軽く取ってそのまま容器に入れます。でこのエビはもう背中を切ってるんで、このまま塩漬けしても味が入ると思います。うちは YouTube 売ってるから綺麗に中に入れてますけど、このままぶち込んでも大丈夫ですよ。でカニには別にこう海で住んでるカニを使ってるんで、別に寄生虫とかはないと思いますんで、しょっちゅうで消毒は大丈夫です。じゃあカニを入れるぴったりサイズの容器を一応用意してください。とカニはこうやってお腹を上にして入れてください。そうした方がこう醤油が染み込みやすいんで、お腹を見せて入れてください。お腹を上にしてこうやって平面になる状態で入れれば大丈夫です。じゃあここまで準備したら、あと冷ました醤油をこうカニとエビに入れれば完成です。こうやって3日間冷蔵庫に保管して3日後に召し上がってください。でたまに YouTube とかでこう1回醤油を出して沸かして1回冷やして入れるっていう話する方がいるんですけど、3日で召し上がるんだったら別に沸かさなくていいです。沸かす理由ってカニとエビの中に入ってるちょっと微生物を心配で沸かして消毒する意味があって、長持ちさせるんですよね。長持ちせずにもう3日で種食べきるんだったら普通に沸騰せずに3日後召し上がってください。でプラスに言うと、この沸かして入れても中身の身がどんどん出てしまうので、1週間か2週間も召し上がる方がいれたら、もう3日後にこうカニと醤油を一緒に袋に入れて冷凍させてください。で冷蔵庫に
入れといて自然に解凍して召し上がった方がもっと身が多く食べられるんで冷凍してください。じゃあ水分冷まってきたらこうカニに入れます。あとエビも入れますんで、空気当てらないように一回この上にこのぐらい置いた方が綺麗に醤油が染み込むんで、蓋を閉めてもらってこのまま冷蔵庫へですね。3日間寝かせてください。カニマスターキムさんのカンジャンゲジャンカンジャンセウの作り方を教えてもらいましたね。皆さん拍手お願いしますありがとうございます。さあこれで冷蔵庫に入れますけど、うちはこのまま食べるまでどうやって食べるかも教えてあげたいから、3日前に作ったものがあるんでそれを一旦出しますね。まずエビから。さっきのエビ皮付きのままなんで皮剥き方とお皿に食べやすくセッティングするんで、これからまずエビは背中の上のところからきれいに剥きます。もう召し上がる方は頭を取ってから尻尾を持って召し上がってください。はい、よくさん登場。マジで진짜맛있어요。美味しい、すごい美味しい。じゃあ続けて、じゃあ盛り付け飾りのためにこうレモンも用意しました。醤油をつけたいと思います。エビが恥ずかしがらないようにごまもかけてください。少し万能ネギかけても綺麗です。はい、これでエビは完成です。お待たせしました。今日のカニ、今から始めます今日のハイライトですよね。まずカニ、醤油がいっぱい入ってますんで少しお腹絞ってください。醤油が出ます。カニを開けるとき、こちらお腹に指を入れます。親指をとこっち親指と差し指をこう後ろの足を持って指を力入れます。こう入れると開けますね。ここに内臓がまだついてるんで親指と差し指で少し取ってください。このまま開けます。口があります。口は親指で塗ったら取れますんでこう取ってください。この時出るこういう袋が見えますか？ここ砂袋って言うんですけど、これ爆発したらせっかくの卵がダメになっちゃうんできれいに取ってください。と下のお腹も取れます。でこちらはこっちですね。とこっちがエラです。でエラって、普通に手でも取れます。この足だいたい身はありませんが、こっちをカットしてこちらを切るんですが結構飛びますんで気をつけてください。だいたいシンクとかでやったら一番いいですね。一番危ないんでこうポール下でやります。でこの上が結構鋭いんですよ。こっちも切ります。で反対も同じです。でこちら身がありますんで、もうカニスプーンとかがあったらこう召し上がってください。箸でも取れますんで。でこのカニの身ですけど、まず手123番目をこう上に持って2つは後ろにこう並べます。でこれをちょっと手前でこっちを切ります。でここでこれを持ってサクッとカットしてください。でこのままきれいに半分切ったらきれいに4等分になります。じゃあこれを盛り付けます。醤油がありますんで体にかけてください。カニはカニ自体で高級な食材なんでこのまま出しても綺麗に見えるんで別に何も乗せなくて大丈夫です。これ卵ってあんまり乗ってないけど、本来だったらいつが一番時期ですか？メスのカニの卵いっぱい乗ってる時期って春になってますね。春って言ったら大体4月から6月間です。ちなみにこうオスのカニは秋が一番身が乗ってるんでとても甘くて美味しいんで、オスのカニは秋で醤油つけて召し上がってください。今日カニマスターが美味しいカンジャンゲジャンとカンジャンセウを作ってくれましたね。これから一番楽しい時間ですよね。韓国でソウルで食べたのを見れば出てますけど、2人で食べながら美味しい食べ方を説明していきます。今日はヨップの豚塩焼きシェフスペシャル第3弾カンジャンゲジャンを作ってみました。これから食べていきます。あとどうやって食べるのが一番美味しいのか、食べ方カニマスターギムさんがまだ説明しますんで。じゃあまずカニは結構匂いがつくんで、できれば手袋とかを用意してください。一番カンジャンゲジャンを美味しく食べ方、それはそのまま食べることです。そのためにこうやって持ってここに身があります。ここをそのまま身と一緒に卵を一緒に食べてください。結構身がいっぱい出てるんで一回やってみてください。今びっくりしたのは一発でいけたよね。一発で
これ分けていくよ、こうやって。こうやって見よう。すみません、カニ好きなんで。うまいね。すごいいいですね。美味しいですね、これ。今の時期のカニって渡りカニなんですけど、これキロ4000円ぐらいで買ったんですよ。すごい高い。でも美味しい。これおすすめの食べ方。まず身を食べる。そのまま食べてください。実際こちらを見ると足の身も絞ると身が出ます。あとこれは今日車エビをもう買いすぎちゃって全部つけなくて、これも一緒に食べます。いただきます。これはカニのつけた醤油なんですけど、これを天だしとしてつけて食べようかなと思って。おいしい。正直も美味しいし、天ぷらも美味しいんですよ。でももう早くセオガンジャンが食べたいですね。でめっちゃ美も味しいこれ。韓国では上の人が食べないと食べれないんで待ってます。そういうこと。エビの頭に脳みそが入ってるから、しっかり吸って食べてください。こうやって親指入れたら取れます。あと不安があるんですけど、目の前にそれの食べ方は。最初に食べた後に結構醤油の塩味が少しありますんで、結構飽きてくると思いますよ。そういう時はこうやってご飯と一緒に召し上がる方があります。まず思い存分召し上がった後にカニの身をこう卵の溶けたご飯のにこうかけます。お客様前に出す時は普通にボウルとかに身を出してかけたのがもっと綺麗だと思いますので、家庭でおもてなしする場合は自然に身を取ってください。こうやってまずご飯を用意する。で普通にコーラでご飯のっけ食べるんですけど、自然にボウルにご飯用意したのでコーラの卵も一緒にのせます。このままで先つけた醤油を大さじ1つぐらい軽く回して入れてください。飛び粉飛び込むもかっこよく上からのせて使ってください。自分もカニがなくなったんで手袋します。でこれをよくこう混ぜて食べてください。あと身がもっと美味しい方はエビの身入れてもいいと思いますよ。美味しそう。よく混ぜました。先にいただきます。はい、ご飯に混ぜると醤油のしょっぱさとご飯が絡み合ってすごく美味しいです。僕はちょっと違う食べ方なんですけど、ご飯も入れたい。でここによく混ぜる。これはこのままとご飯の味を楽しみたい。これも結構おすすめです。これはもう一番カンジャンゲジャンを食べる理由ですよね。これが結構上級者向きって感覚ですね。自分みたいにでっかいボウルで混ぜてください。美味しい、本当に。めちゃくちゃ美味しいこれ。今日初めての YouTuber なんだけど、どうだった？そうですね、少し緊張しました。ないと思うんだ。そこまでいっちゃったらしょうがないです。彼はもう本当に日本でも長いから日本の専門学校の中から日本語はもう大丈夫なんですけど、なのにこうやって緊張してるっていうことなんですよ。でも今日すごく来てくれてありがとう。ありがとうございます。で自分も久しぶりにこういう美味しいカニが食べれて嬉しいです。次は駅前店のチョンだけど大丈夫そう。そうですね。かなた。皆さん韓国勉強してぜひ見てください。それで次まだ焼肉でよろしくお願いします。